はいどうも、皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と苦しみと不安と恐怖と日々の拭いきれない欲望とそれに苦悩する人生そのものに寄り添っていくチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、いや今日はね、ぐちぐち動画をね、ぐちぐち動画YouTuber 的なね、YouTuber 的なことほとんどしませんけれどもね、それをお送りしたいと思います。そう。そうね。皆さん、ね、ご存知ですか？このね、VTuber チップスなるものがね、世の中にね、発売されたことがあるんですね。そう。知ってますか？ VTuber チップス。あれですね。そう、私ね、こういうネタにしようと思って昔に買ったんですけど、3袋ほどね。でも、2つぐらいもう食べちゃったんですけど、どうですか皆さん。VTuber、バチャブタですね。バチャブタ。バーチャル的なキャラクターの YouTube に課金をしてお金をね、放り投げる人たちのことをバチャブタって言いますけれどもね。それで食ってる人たちですね。VTuber っていうのはね。VTuber チップス5。ね。賞味期限が2023年の11月。惜しいですね。惜しいです。もう賞味期限切れてますね。というね、VTuber チップスのね、なんかこういう、なんていうんでしょう。こういうのがついてるんですね。カードがついてる。で、先ほど述べましたように、僕は3袋買っても2つ食べちゃってますからね。すでに2枚あるんですね。これをね、開封をしてね、皆様と一緒にね、いじってみたいと思いますけれどもね。VTuber 全く見ないんでよく知りません。っていうか全く知りません。いやもうね、こういう動画を上げるにはね、やっぱり理由があるんですよね。もう日々の人生に疲れきっているんですよ。疲れきってるっていうか、この何十年似たようなね、繰り返しの、そう、この動画はぐちぐちチャンネルですから、もう愚痴しか言いませんけれどもね。そう、今私ネガティブマンですけれども、世界を滅ぼすチャンネルをね、このチャンネルは世界を滅ぼすチャンネルですからね、皆さん。世界を滅ぼすというね、途方もない目的を掲げている史上最悪最低のチャンネルではありますけれどもね、日々一日一日を生きるということに絶望しているね、悲しき氷河期労働底辺弱王のね、チャンネルでもあります。そうなんですよ。ですからもうやる気がないんですね。人生を生きるっていうことに対するやる気がないですね。何十年も繰り返し、今日も労働をし、明日も労働をし、みたいなね。そう。叶うものは何もなく、ね。欲しいものはこの不況でね、買うに買えず、みたいなね。そう。死ぬ言ってる割にはなんかね、そう。お外は怖いですから、人生そのものが怖い塊みたいなものですからね。なんかね、好きなものを買うとかなんかそういう散財がね、そもそもね、
ろくでもない散財で人生が終わったっていうね過去もありますから、やっぱりね勇気がないんですね。何もないんです。そう、我が人生に何もなかったのでね、そう悔いだらけですよね。後悔だらけということをねだらだら話しながらもですね、じゃあねこの VTuber チップスで当たった VTuber を披露していきたいと思いますけれど、いや嫌ですね人生ってね。そうね、若者たちもね人生を終わらせたいっていう人今ねそういう人ばっかり見てると思いますけれどもね、そうなんですよね。あなたたちは元気だからねこれから長い人生を生きないといけませんね。わかります、その苦悩ね。そしてわずかな希望を持ってるでしょうね。ひょっとしたらなんか人生どっかでね爆上がりしてうまくいくんじゃないかみたいなね。私の若い頃もそうでしたよ。まあまあまあね。さあ何が出るかな VTuber。いやーね、なんでしょうこれ VTuber チップス、これなんですかこれ。皆さんご存知ですかこの人。全くなんかこうあれですね QR コードがついてますね。代表債務者天海司さん、バーチャル債務者 YouTuber 天海司さん。ツイッターのアカウントまであれですね書かれていますね。皆さん知ってますか？どういう人なんでしょうね。調べる気にもなりませんけれども、天海司芸名ですかね。バーチャル債務者っていうことはなんか薬剤屋さんみたいな昔のね追い込みをかけてお金を取り戻すみたいなそういうチャンネルですかね。こういうこういう世の中広いですね。皆さんご存知だったらね私に情報を見た人があるんならねね教えてください。感想とかね。私自身はもうこういうのね調べる気にもならないんです。よくそれで思い出しましたけど、よくねググれカスみたいなねいろんなところ SNS で質問すると、そんなことぐらいお前の目の前にある平べったいかまぼこ板はかまぼこ板なのかとね、スマホねその平べったい板はねかまぼこ板なのかみたいな非難がありますね。お前の目の前にあるその箱はね、そうパソコンは何のためにあるんだみたいなね。そんなことをね調べる気にもならないんですよ。もうめんどくさすぎてね、人生ってめんどくさすぎるとそうなるんですよ、ね、そういうやる気のない人たちのね気持ちも分かってもらいたいですよね。そう一発目なんか意外といきなりハードな人が出ましたね。なんか債権者からお金をむしってくれる人なんですがね。お初にお目にかかります。じゃあ2枚目一気にいきますよ、そうやる気がないんですよ。普段ね私のチャンネルで世界を滅ぼすね上級国民を撲滅するとかなんかね威勢のいいことを言ったり、人生とは何ぞやっていうねハードなことを言ってますけれども、現実はねしがない貧困労働者としてね、なんて言うんでしょう、人生絶望だなと思いながら生きて、なんかこう非常にやる気が起きないんですよ。
っても起きないですね。嫌だなと思いながら、そう今日も嫌だなと思いながら、そうだからこうやってね、時折ふざけてみるってことが大切なんじゃない。2枚目あ、一人一人あれなんですね。いろんなプロフィールとか別々なんですね。さっきの人みたいにこう好きにデザインできるんですね。はい、皆さん知ってますかこれ。なんでしょう。ロンさん知ってますか皆さん。名前ロン。ファンネームって何ですか。ティックメイト、ツイッターもありますね。チャームポイント、歌が上手。あ、じゃあ歌い手さんなんですかね。誕生日秘密ってね、知るかボケというね、そんな感じですけれどもね。見えますかね。知ってますか皆さん。ね、可愛らしいロンさん。こうやってバーチャルキャラクターがなんか喋るんでしょうね。そして大手の事務所とかに入ってなんかね、お金をもらってね、バチャ豚のなんていうんです、お金をむしっていくんでしょうね。ね、バーチャルにお金を投げるっていうのはよくわかりませんよね。例えば芸能人だったりスポーツ選手だったり、またはね、面白いことをやるね、顔出ししてる YouTuber とかね、ゲーム実況者みたいな人だとか、なんか頑張ってる人とかね、なんかそういう人がライブをして、なんかね、お金を投げていくって何でしたっけ。スパチャか。そう、スパチャ。ね、久しぶりに頭に思い浮かびませんでしたけど、スパチャをしていくんでしょうね。ね、バーチャルでも、バチャブタの皆さんはどうなんでしょうね。楽しいんでしょうかね。まあ楽しいんならいいんですけどね。そう、ロンさん。ということでね、なんかハードな人とゆるい歌い手さんみたいなね、ほのぼのとした人とも、なんか曲から曲へみたいなね。じゃあこのね、誇りをかぶってる VTuber チップスをね、そうちょうどお腹がね、だいたいいつも空いてます。ね、開封していきましょう。ね、どうですかこれ。ね。ではいただきます。賞味期限が切れてるからか微妙にしけってる気がしますね。あれですね、プロ野球チップスと同じポテトの匂いがしますね。これはしけってますね、多分ね。床に置きっぱだったからよね。そうなんですよ、もうね、最近人生が嫌になってきたんですよね。いや、もともと嫌ですけどね。こんなこと繰り返しながらですよ。ね。50、60、70、80まで働けって言うんですから、日本は終わってますね。引退の2文字がない。ね。労働から解放されることがないみたいな。ね、まさしくユートピアの逆のディストピアですよね。いろんな監視がたくさんある中でね、街中の監視もそうでしょうけど、 SNS 上でもね、
常に誰かが叩かれている、または叩こうとしている人々がね、そう窮屈ですね。そう昭和の時代ってめちゃめちゃ退屈だったのかっていうと、そんなこともなかった気がするんですよね。でもスマホもパソコンもないですしね。昭和の時代知ってますけど、なんだかあれはあれで微妙に楽しかった気がしますね。暇ってことは僕は貧困者だったから、貧困家庭に育ったから、まあまあ暇でしたけど、まあ子供ですからね。今の時代の子供たちは楽しいんでしょうかね。なんかいろんな価値観に縛られて、まあ昭和だってそうですけどね、言っちゃいけないことだったりとかね、もう下手すると友達にデブとかハゲとかチビとか言ったら大問題なんですかね、子供なのにね。もう大人の世界ですら言えなくなってきましたからね。それが果たしていいのかどうなのか。まあね、どこでもタバコが吸えたみたいなね、昭和が果たしていいのかっていうことはありますよね。私90年代の初めぐらいに、なんだよね、修学旅行なのか就職のためなのか、飛行機に2回ぐらい乗ったことがあるんですけど、その時ね、僕の記憶が正しければタバコが吸えたと思うんですよね、飛行機の中でね。これ過去の動画でも言ったことあるかもしれませんけど、確かその時代まだね、飛行機の中でタバコが吸えたと思うんですよ。電車、都心は無理かもしれない。田舎の特急電車とかローカル線だったら余裕でタバコ吸えましたね。ありましたもん、だって灰皿がね。なんてね、人間はおっさんおばさんになってくるとこう昔の時代を思い出すんですね。昔の時代を思い出すんですよ。夢の中、そうね、私過去動画でも夢の話してますけど、夢の中ではなんか若者だったりするんですよね。そして昔のね、めちゃめちゃ昔の友達とかもう若いんですよね。そうもうおっさんなのにね、おっさんおばさんなのに出てくる人たちはみんな若いんですよね。死んでしまったおじさんや親とかもね、みんな若いんですよね。悲しいですね、人間の記憶っていうのはね。いやでもね、そろそろ本当にね、日々を生きていくのがね、辛くなってきましたね。体が辛いですからね。そう、体がそもそも辛いじゃないですか。そう最近あったかいじゃないですか、ここ2、3日ね。
ここ1ヶ月2ヶ月ぐらいなんかまともに寝た気がしないから、まあ睡眠障害だなと思ってたんですけど、やっぱあったかくなってここ2、3日よく眠れてね、幸せですよ。なんていうね、ちっちゃい喜びしかないですからね。そう、なんでしょうね。やっぱりこう、あったかいと人間緩むのかな。僕は割と寒い方がね、昔は眠れたんですけどね。やっぱおっさんになってきてるんですよね。やっぱりちょっとあったかい方がいいみたいなね。もうね、人生長く生きてくるとこう、一日一日が辛かったりするんですね。で同じことの繰り返しみたいなところがあるわけじゃないですか。ね、そう。ここ1、2ヶ月、今はね、年末年始ですから、やっぱりね、12月、1月、この2月に入ってもね、今ようやくちょっと落ち着きましたけれども、まあ忙しかった。そう。この忙しいっていうのは例年通りみたいなね。そう。しかし寒いわけじゃないですか。ね。そう。労働なりプライベートなりね。もうやることがね、すべてめんどくさい。めんどくさいんですね。かといってこう、なんかこう、いいことがね、何にもないわけですよね。うん。そうなんです。これを見られてる人はね、おっさんおばさんなのか若い子なのか知りませんけどもね。まあでもだからこんな嫌な気持ちっていうか気分でずっと若い頃からずっと大して変わらずにね、こんな気持ちをいろんなものでごまかしながらねっていう人生でしたから、だからまあこの苦悩は若者もそうだし、今はね我々おじさんおばさんになっても大して変わらないと思いますよ。そうなんですよね。そう。もうおじさんおばさんになるっていうのはね、いいこともありますよ。もう大抵のことにはなんかビビらなくなるって言ったらおかしいですけど、もうどうでもよくなってくるんですね、今このね。そう、どうでもよくなってくるから、どうでもよくなるから、ビビらなくなるって。若者の時の方がよっぽどビビってましたよね。人生のあらゆることにね。でももうね、私ぐらいのおっさんになったら別に死んだって別におかしくない年ですからね。早いねとはちょっとは言われるかもしれないけど、まあ妥当だよねっていうんでね。そう、だんだん気楽になってきますよ。そうね。また今日も明日も明後日もね、くだらない労働でくだらない争いやくだらない忙しさをいちいち処理していってね、少ないお賃金でね、かといって散財できるわけもなく、もう冒頭と同じようなね嫌な繰り返しを言ってますけど、だってそうなんですもんね。それがもうつまんないですね。大金をせしめるか、とにかくここで死ぬって決めて、もうね毎日旅がしたいですね。もしくは寝ていた、あっさり取っちゃいましたね。さあ3枚目、3袋目は何でしょうこれ。皆さん知ってますか VTuber。 まあね、こんな史上最低なチャンネルを見る人はバチャブタはいないんじゃないかなと思うんですけど、鹿のまほろさんって読むんですかね。鹿のまほろさん、かわいいですね。こういうキャラクターがね、にっこりニコニコ、または時にね
すねてみたりとかしてね、バチャ豚を手のひらで転がしながらスパチャでね、何百万とかむしっていってね、中身言ってる中身の人はね、中の人はね、不細工なおばさんだったりね、夢を壊すようですけれどもね、こうなんかホストに貢いでみたり、なんだろうな、ね、ダメな男にね、こうもてあそばれたりしてるんですから、バチャ豚の人たちは本当に優しいな、バチャ豚は優しいっていうことが分かりますね。なんでしょうね、もうね、動画を撮ってるだけで目がしょぼしょぼ。鹿のまほろさん、ファンネーム、またファンネーム。ファンネームって何ですか？チックメイト。誕生日に12月24日。イブの日ですかね。チャームポイント、キラキラの目。ね、チャームポイントはキラキラの目ということですね。ね、皆さん知っている人がいたら教えてみてください。私はもう、この人たちをね、なんかこう調べる気にもなれませんね。最初ハードな債権者を追い詰める人が出てきてビビりましたけど、あとはね、やっぱりバチャ豚がね課金する人たちでちょっと安心しましたけどね。というね、またこれが内容的にちょっとね、私も語る情報がまるでないのでね、まあつまらないですよね。知ってる人が出るかなと思ったら、そんなもん出るわけがないですよね。いや、知らないですからね。バーチャルキャラクターで YouTuber してる人ね、そんなに知らないですね。ということで、この3枚ね、この動画を撮り終えたらゴミ箱に捨てますので、皆さんね、安心してください。そうね、もうすでにこうね、ちゃんとね、ゴミは捨てましょうね、皆さんね。そう、よいしょ。ね、そう何の広がりもないねことで、じゃあもう今捨ててきますね。はい、ということでね、そうなんで今日こんなにやる気がないのかっていうと、やっぱりね、あれですよね。まあ昔に比べればね少なくなりましたけど、やっぱりこう1週間のうちにね、やっぱり4日5日ぐらいはもう常にこんな感じです。もうなんかこう絶望っていうものを持て余して、でも持て余すけれども暗い気持ちは一切晴れないみたいなね。そう、死にたいとかいうなんて言うんでしょうね、こう若者的な輝き、命の輝きみたいなね、そういう感じでもなくね、粛々と終わる活動を就活しなきゃいけないな、めんどくせえなっていうことをね、ちょっと頭に思い浮かべながらね、結局何もしないみたいなね、やる気がないみたいなね、そんな感じなんです。そうなんですよ、ね、こんなことでね世界を滅ぼせるのかっていう気持ちもありますけれどもね、いやね、我が命続く限りね、
なんとか頑張ってね、まあ動画投稿というかね、世界を滅ぼす仕掛けというかね、思想的爆弾というかね、そういうものを仕込んでいきたいな、そう広めていきたいな、そう思います。そしてまあ時々こういうふうにね、さっき捨てちゃったからもうないですけれどもね、VTuber チップスとかね、何々を食べてみたとかやってみたとかね、ごくごくたまにやろうと思いますね。そうだ、そう去年ね、そう実家に帰った折にこう遠出した旅行のね、そう数十年ぶりの旅行のね、あれも、スマホからいろいろ切り取ったりね、移動させたりするのが面倒でね、動画作ってませんけれどもね、まあおいおいねお見せして、またこれがつまらないんでしょうね。旅行の YouTube とかありますけど、まああんまりあれですよね、あんまり面白くないっていうかね、よほど変なところに行かないとなんか面白くないですよね。変なところ面白いですけどね。まあ廃墟巡りというかなんていうかね、そうあれですよね、なんかあんまり人が行かないようなところはなんか興味がそそられたりね。あと昔の旅行の動画とかも面白いですよね。昔の旅行っていうかこう記録映像的なね、それも割と面白いなと思いますね。たまに見ます。皆さん何見てんでしょうね、普段ね。というね、そうなんですよ。ですからもう人生が嫌になった、まあ週に4日5日は嫌になってるんですけれどもね、残りの2日はなんて言うんでしょうね、あんまりそういうことにも考えが及ばずにね、なんか世界を滅ぼしたい情熱に身を焦がしている2日間ぐらいですかね。そうですね。復讐や報復を考えて1日が終わる2日間と、あとは絶望している4日間5日間みたいなね、そんな感じですかね。そして絶望するのにも疲れてね、なんか動画上げないとなと思って、でもやる気がないっていう時にこのね、ごく稀にね YouTube 的なことをやる。いや別に毎日やれって言われたらやりますけどね、つまらないんだよね。そう大体 YouTube 的なことをやるっていうのもあれですよね、お金がかかりますよね、本当にね。そう VTuber チップス、先ほどね食べた VTuber チップスだってただじゃないんですから、値段を忘れましたけど、あんなちっちゃいあれでも多分150円ぐらいするんじゃないですか。450円じゃないですか。そうなんですよね。まあそんな感じなんでね、皆さんね、皆さんの絶望も教えていただきたいんですよね。そうコメント欄ね、コメント何でもいいんですよ。明日大根買ってこなきゃいけないから忘れずにね、どこかメモするのもめんどくさい、スマホにメモするのもめんどくさいみたいな時あるでしょ。ね、いろんなレコーダー的なものを使うのもめんどくさいっていう時、僕のねろくでもない動画のコメント欄にね残しておけば、ネガティブなチャンネルのコメント欄に何か俺書いたなみたいなね、私書いたなみたいなね、そうだ、炭酸電池をまとめて買わないといけないなとかね、いつも忘れるんだけど、あの調味料がとかね、あの洗剤がとかね、そういうことをね書くのでもいいんですよ。何でもいいんですよ。
前にね、なんかこう呪いのとかね、嫌いな人を書いてくださいみたいな、あれね、なんかね YouTube にねバンされるっていうか、あんまりよろしくないっていうことをね言われましてね、消した次第ですけれどもね。意外と弱気でしょ。YouTube に脅されたら何にもできないみたいなね、そういう弱さね、そんな感じですよ。一個人というのは弱いですね。ただ、やっぱりね、思想というのはね消せそうで消せませんからね。なんかこの世界ね、令和になってからすごくいろんなね、政治家とか芸能人とかね、いろんな団体とかね、いろんな権力者たちがめくれてね、お金とか権力とかを失ってますけれどもね、失脚してますけれどもね、世界をね、このチャンネルはそういうなんていうんでしょうね、この世界の成り立ちとかね、この世界自体をめくっていく、この世界がいかにねうんちでクソなのかみたいなところをねめくっていけたらな、そう思います。この間ね、神についてで神様の存在もめくってみましたけれどもね、地獄確定ですね、本当にね。あの後とてもね、今もそうですけど後悔してるんですよ。こう見えてね。地獄確定だなと思ってね。死んであの世に帰っても地獄なのかと思うとね、やるせないですね。悲しい。ね。死んだ後に知り合いとかがね、なんか家族的なね、ご先祖様的なね、またはなんか役にも立たない守護霊的な人たちがね、こぞって僕をね、糾弾してね、めちゃめちゃ説教されるんだろうなと。その上でね、地獄500年とか1000年とかね、それを覚悟してね、神についてめくってみましたけれどもね、僕の主張自体は全くね、客観的に見てですよ、正しいんじゃないのかなって思いますけどね。反論できんのっていうね、動画の中でも言いましたけれどもね、激しく反論、リズムでね、激詰めしてやろうと思いますけどね。そういうシステムなんだみたいな、世の中の一番ムカつくところはそういうシステムなんだから黙れみたいなね、言説がありますね。それが昔からの伝統だみたいなね、それが世の中だみたいなね、世間だみたいなね、社会だみたいなね、いやだからそんなことしてるからね、苦しむ人が減らないんだからね。人類が進歩したっていうならもう一歩二歩ね、進歩すればいいじゃないですか。進歩していくんですよ。なんていうね、もう一段二段ね、苦しむ人減らす方策なりね、考え方なり行動様式なりね、技術の発展というものを目指せばいいのにね、こういうシステムだからもう地獄のような世界を人間育成システムみたいなねことで利用しているんなら、やっぱりね、激詰めしてやらないといけませんね。この世界で生きてる我々はね、もう日々死ぬほどつまらないだけじゃない、楽しくないっていうだけじゃないですからね、苦しいですからね。嫌な世界ですね。これを放っておくわけにはいかないな。ですからこれからもね、世界をめくっていってね、世界をめくっていこうと思います。ということでね、
そう今日ね、やる気のなさの底の底でね、 VTuber チップスを食べながらよく知らない人たちを紹介してみてね、私も知りませんということでね、ゴミ箱に捨ててみましたということで、ね、そうたまにこんな企画をしますけれどもね、でも今回語った心情が私の日常といいますかね、非常に近いですね。そう近いですよ。そうなんとかね、そう安楽死だったり反出生に持っていったりね、そして世界をね、人類滅亡というラインまでね、なんとか引きずり込めればね、少しは僕のね鬱憤も晴れるんじゃないのかなと思いながら今日は終わろうと思います。失礼しました。ネガティブマンでした。